ほとんどこのボディパフォーマンスなしで伝えなきゃいけないっていう思いが逆ぎこのぎこちなさっていうか辛さ思いが外に出るように演出してくださったのが本当にありがたいです。この度新聞記者で松田杏奈役を務めさせていただきました米倉涼子です。村上真一役の綾野剛です。木下亮役の横浜流星です。監督の藤井道人です。松田さんがこんなに叩かれてまで謝罪をする理由を知りたいです。こんなに背骨が曲がってたなんてっていうぐらいこんなんなってそれは隠蔽されたまま終わっていい事件はないから。声なき声を届けるのが記者の仕事だと私は思う。監督と一緒に取材をさせていただいた時に新聞記者としてとか新聞ってどういうふうにあるべきかっていう時にその記者の方たちがおっしゃってた声なき声を届けるっていうのがその監督の心に刺さった。そしてこれの言葉が引用されてここに来た。なかなか届かないっていうのもそうだし、でもそうでありたいって思う記者の人たちの代表的な言葉なんだろうなっていうふうに思います。で、政治に興味のない男の子がこんな状態になってどうにかしたいと思った時に彼女に会ってどうして新聞記者になりたいってもう素直な気持ちだと思うんですよね。2人にとってもそうですしシリーズドラマにとっても大切な言葉だなとは思います。緊張した私このシーンめちゃくちゃ。なんでですか？いやわかんない、なんか伝えなきゃいけない。なので初めて会うっていうか、初めてじゃなくて初めて会うみたいな、そうですよね。そうシーンだったし、引き出してあげたい、自分も引き出したい。私的にはいけなんか言えたかも、なんかいい感じで言えたのかな、もう一回よねってそうなんだっていうね。米さんのすごくこう今までいろんな作品をやってきたイメージっていうものにどっちかというとそう壊したいというよりはとらわれないで米倉涼子、松田杏奈に立ち向かっていこうというか、なんか自分の中での松田杏奈っていうものを米さんに託したいなと思って、だから米さんが現場で大きい声出したいって言ってたのがすごいキュートでした。シンギュラリティラボテクノロジー、SLT と呼ばれている技術的得意点のことを言いまして、テクノロジーにおける進化のポイントのことを、技術的得意点シンギュラリティと言います。で、我々の社名、今回僕がやらせていただいた木下涼っていう役が藤井さんが今回描きたかった一般市民の目線っていうところを任せてもらったんですけど、就活ももういやいややってるっていう、本当にこの青年が変化していくのかっていうのは楽しみにしてもらえたらなと思いながら。で、我々の社名、いやーめっちゃ疲れたわ。これが大人になるってことか急になんだ。いやーなんか変な感じだよな。みんな同じ格好してさ。みんな同じ格好してってドキッとしますよね。全部今このシーンだけで詰まってるものがあるっていうかチームじゃないからなおさらじゃないですか。これ監督書いたセリフですよね。はい、そこまで意図してなくってもいざ映像になったら結構強度ありませんか？いや、ここは要は内調に行ったらみんな同じ格好をして、やっぱりその大人になるっていうこと、組織に入るって時に自分たちのある種顔を消す、一個の組織の色になるっていうことに対しての無知というかの彼のその無関心さとなんか対比が出るなと思って、本当よ。めちゃめちゃ感心してるじゃないですかやっぱり結構米さんとは一緒に新聞社に行ったりとかで、郷さんとはやっぱりその深いところ、もっと家族っていうものだったり、すごい脚本に対してもディスカッションしたりとか、こうどういうものをまとうかっていうことを話したんですけど、流星はある種新聞の勉強しないでほしいと、政治の勉強もしないでほしいと、
この作品と一緒に学んでいってほしいからっていうようななんで三者三様のアプローチでこの作品が進んでいくことが後半のその物語の展開にうまく作用してくれればいいなと思ってそういうふうに構成しました。それはもう素直にそうしようっていうのもあるし、亮という役柄がそういうものなので、最初から僕は知ってる方ではなかったのでそれを生かしたっていう感じですね。いいわけないでしょ。上の決定でしたがどれほど苦しんでるかあなた分かってるんですか？ねえ、なんだよ急に。罪悪感を抱えて生きていくことがどれほど辛いかあなた分からないでしょ。村上、答えてください。分からないでしょ。村上、ねえ、落ち着くんだ。全て記録されてる。豊田さん、失礼しました。謝罪しろ。申し訳ありませんでした。こんなに頭下げるのって大変なんだなっていうかね、画面が回ってる感じっていうか、どこまで今自分が頭下がってるのかは全く分からなかったこの時は。でもなんか申し訳ありませんでしたは豊田さんに言ったというよりかは、なんか自分を信じて愛してくれた人たちに向けていったような感覚があったっすね。村上さんもさ、よーく考えた方がいいよ。俺が今誰の尻拭いしてんだって話ですよ。今日はもう帰れ。たくさん撮りましたよね。はい。あ、そうだったんですね。たくさん撮りました。はいとかでもここ何回もやれたから積み立てられたものがありましたけどね。ゆうすけさんもマジでビビってましたよね。大丈夫矢野君、本当に怒ってる？ゆうすけさんがでも良かったよね、こういう引き出し方と、悪さっていうか、全然打たれない芝居をしてくれて、そうですね。みたいな、でも気がついたら彼も震えてるっていう、夢の中でなんかそういうのが全部つながってていいな。そうですね。1話から6話まで撮ったので、そこはなんか順で撮れたんで、それに合わせて状況と肉体を近づける。状況が精神を生んで、その精神が肉体の疲弊につながるからっていうところを想像して、どういったものが絵に映ったらいいのかっていうことを、ほっといても痩せていくとは思うんですけど、意図的に水を抜きましたね。表情はもう目にしか残ってないっていう、最後はそこしかない、この光を最終的になくなったら終わりっていうところまで持っていけると、藤井監督が喜んでくれるんじゃないかなって。多分この時も口を押さえながらニヤニヤしながらモニターを見てるんですよ。我々俳優が苦しんでる時にもう嬉しくて仕方ない。この時もきっとずっと笑ってくれてたと思います。すごい変態みたいですよね、それだけ聞くとね。でもやっぱりいい感情が取れてるとやっぱ嬉しいので、はい。そうですよね。新聞記者はネットフリックスで絶賛発売中です。最高じゃないですか。めっちゃいいっすよ。新聞記者はネットフリックスで絶賛配信中です。ぜひご覧ください。言えた。出た。言えた。